皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回はバターナッツと呼ばれるかぼちゃを使ったある平日2日間の夕食をご紹介します。かぼちゃを切るのは結構力仕事なので、前日の夜にカットだけして下準備しておくことにしました。半分に切って種を取るところまでは日本のかぼちゃと変わらないのですが、バターナッツの皮は食べないので、皮もすべて切り落としていきます。日本のかぼちゃに比べると少し水っぽくてホクホクした食感はあんまりありません。結構繊質な食感で、甘さも日本のものに比べると少ないです。秋になるといろんな種類のかぼちゃが売られていますが、前の動画でもお話しした通り、フランスでは料理に使われるのが一般的で、かぼちゃのスイーツはおそらく今まで見かけたことがありません。今回使ったバターナッツはオーブンでローストしたりポタージュにして食べるのが一般的な食べ方です。調理するのはなかなか力がいりますが、秋になると毎年必ず何回か買っていろんな方法で食べます。キッシュにするのは今回が初めて。料理レシピのアプリでバターナッツとヤギチーズのタルトが載っていたので、食材の組み合わせだけ真似してキッシュを作ることにしました。果たしてうまくいくのでしょうか。翌日、この日はこちらの市販のパイ生地、カットしたバターナッツ、ヤギのチーズ、卵、クリーム、牛乳を使ってキッシュを作りました。こちらクレームエペスと呼ばれる生クリームの一種と牛乳、卵を1対1対1の同量で加えて混ぜます。もちろんクレームエペスじゃなくて普通の生クリームでもできます。最初は 100g ずつ測りましたが、どう考えても足りなさそうだったので 150g ずつに変更しました。ちなみに風味は落ちますが、生クリームがなければ牛乳に卵1の割合でもできます。あとは塩コショウで下味をつけて混ぜるだけ。なかなか激しい混ぜ方。型に念のためバターを塗りましたが、生地自体がバターたっぷりなのでおそらく塗らなくてもくっつきません。市販のパイ生地もいろんな種類のものが売られていて、パットフォユテと呼ばれる日本でいうパイ生地やパットブリゼと呼ばれるパイ生地より軽くてサクッとした食感の生地などがどのスーパーでも手軽に手に入ります。私はキッシュを作るときはパットブリゼを使うことが多いです。生地はすでに丸く伸ばしてあるので型に敷くのも楽々。あとは生地が焼いている間に膨らまないようにフォークで全体に穴を開けてから具材を乗せていきます。後で彼に指摘されましたが、キッシュの具材は細かく切らないと具材の間に生地がしっかり入らないので、焼いた時に穴ができて崩れやすくなるそうです。ヤギチーズは言葉で表すのは難しいですが、ちょっと臭みがあって酸味が強くて好き嫌いがはっきり分かれる味です。先に言ってしまいますが、バターナッツとヤギチーズ、グラタンとかにすると相性はいいのですが、キッシュはなぜかあんまり美味しくなかったです。オーブン180度で3から40分ほど焼いていきます。
焼いている間にシャワーを浴びてさっぱりしてきます。さて出来上がりはいかに。見た目は美味しそうに焼き上がりました。早速カットしていきます。この日は彼がまだ仕事から帰っていなかったので先に食べました。キッシュはいろんな食材を入れて作るフランスの定番料理。夏に母と姉が来た時も彼がキッシュを作ってくれてみんな大喜びで食べました。今回もきっと美味しいだろうと思っていたのに、キッシュにするとバターナッツとヤギチーズの相性がいまいちでがっかり。横で自分の世界に浸る犬。とは言いつつお腹が空いていたので2切れ目おかわり。彼には予想通り大不評でした。次の日、この日は使う食材を取り忘れましたが、またバターナッツを使って夕飯を作っていきます。まずはお米の準備。炊飯器がないので鍋で炊いていくのですが、まずはお米を洗って水に30分以上浸しておきます。この工程が少し手間ですが、炊飯自体は鍋の方が炊飯器より早く炊けます。その間にさっさとシャワーを済ませてきました。水につけておいたお米の水を切ってお米と同量の水を量り入れます。あとは下味の粗塩を入れて炊いていきます。蓋をして水が沸騰するまで強火にかけ、沸騰したら弱火でじっくり水気がなくなるまで炊いていきます。水気がなくなったら強火に数十秒かけて火から外してしばらく蒸らしておけば完成。ご飯のお供は思いつきで作る適当料理。食材の組み合わせも今回は完全に思いつきです。玉ねぎはみじん切りにしたらしっかり炒めていきます。味付けはどうしようか考え中。最近ハマっているクミン。料理のアクセントになるのでちょっとスパイスを加えたい時に少量加えます。あとは残っていたバターナッツも加えて軽く炒めます。塩とカレー粉も加えていきます。バターナッツはカレーとも相性がいいので入れてみました。バターナッツが少し炒まったら、あとは水を具が浸るくらい少なめに加えて鍋の蓋をして煮ていきます。私は鍋の蓋をお米に使っていたのでお皿で代用。かぼちゃに火が通ったらミキサーで攪拌します。お好みですが、私はかぼちゃの形がなくなるくらいまで攪拌しました。さてここに何を加えるかというと、大好きなエビ。冷凍してあったエビを贅沢に全部加えます。バターナッツとエビの組み合わせ、あんまり聞いたことないけど何事も挑戦あるのみ。あとは生クリームを加えます。今までクリーム系の料理ってあんまり興味なかったんですが、意外と便利な食材ということに最近気づきました。
クリームやチーズ類が種類豊富で安価で手に入るのも酪農大国フランスならでは。想像以上に液体量が多かったので少し煮込むことにしました。全然液体量が煮詰まってくれないので諦めモード。塩コショウとカレー粉で味を整えます。やっと夕食にありつける。自分でも作ったことがなかったし、お店でも見たことのない謎料理の完成。見た目はなかなか美味しそう。水っぽすぎるかと少し心配でしたが、生クリームのおかげでとろみがあってなかなか美味しくできました。デザートはホワイトチョコとココナッツのアイス。日本ではあまり馴染みのなさそうな組み合わせ。日本のアイスも似たようなものありますか？今日も今日とてかわいい犬。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお忘れの方、ぜひポチッとよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。